皆様こんにちは、米谷彩子です。ずいぶん前回からご無沙汰してしまいましたが、今日はバウンシングボー、跳躍するボーイングについてお話ししたいと思います。弦の上で弓をバウンスさせるボーイングのことを一般にスピカートと言います。それには2つの種類があります。一つは自主的にするスピカート。自主的に投げるとか飛ばすとかいうとちょっと変な感じですけれども、いちいちまた一音一音自分でコントロールするスピカートです。もう一つは一般的にもっと速くなるとソルティエと呼ばれる受動的な跳躍のボーイングです。これは一旦弓が飛んでしまえばそれがきちっと飛び続けるように見守るようなそんなボーイングです。ただ2つの種類といっても個別に存在しているというのではなくて、この2つの違いはスピードによって起こります。弓というのは速いと自然に飛ぶようになるので、一つ一つコントロールするスピカートがソルトエにだんだんなっていくというだけです。ちょっと言葉だと分かりにくいかもしれないので、実際に開放弦でやってみます。これは普通のスピカートです。どこでもできます。ちょっと難しいです。大体どこでもできます。これは中間ぐらいです。一音一音はコントロールしていませんけれども、エブリアザーっていうかこの一音抜きで少しもっと速くなるとこんなボーイングです。では曲の中で例えばドーンって、これはハイドンの驚愕って日本語になってると思いますけど、サプライズシンフォニーの2楽章のところですけど、この第一バイオリンの最初のところはこれはスピカートですね。これが一番割とゆっくりめのスピカートだと思います。それからモーツァルトの有名なソナタの第4番、ゲッヘル304のこの曲ですね。それにこれも一応少し前のよりは速くなっていますけれども、一応いちいちコントロールしていると思います。同じモーツァルトですけども、次の場合これモーツァルトのロンドですけども、これになってくるともう自分が受動的なスピカートというよりどちらかというとソルティエと呼ばれているものになっていると思います。このモーツァルトのロンドになってくると、自分でいちいちコントロールするというより弓が飛ぶのを見守るという形になってきます。実質的に投げる弓のスピカートの方が音楽全体を見回した場合断然多いような気がするんですけれども、でも普通スピカートにちょっと問題があるっていう場合は
大体この後者の受動的なスピカートのことを指していると思います。私自身にとっては受動的なスピカートというのは一番楽というか、何にもしなくていいっていう感じで、これについてはあんまりディレイ先生ともお話しすることがなかったので、今回ご説明しようと思ってどう言ったらいいのかなと思ってちょっと困りました。ただうまくいってない生徒さんなどを見ていると、こちらでよく言う trying too hard だから don't try too hard とか、ちょっとやりすぎでうまくいってないって、そんな感じがします。弓というのは特に速くなってくると自分で弾みたがるという傾向があります。今ちょっとバスケットボールでドリブルをやってると想像してみてください。まず最初のインパクトをもちろん加えないと運動が始まりませんから、それの元の運動というのはありますけれども、その後はいちいちボールを叩き続けていきますと余計弾まなくなるっていうことを経験した方いらっしゃると思います。私は中学校の頃よくそういうことをやってました。ドリブルをキープするためには最初の衝撃の大きさではなく、その運動が続いていくだけに補助の力を加えるというか、ちょうどいい感じで力を少し上げてるとドリブルはよく飛んだような気がします。それと一緒で弓もスピカートもそんな感じです。だからこれをいちいちこの最初の衝撃を与えてしまうと、弓っていうのは弓自体が飛びますから、それをいちいちやるとどっちかというと止めてしまうということが起きてしまいます。また少し私の話ですけれども、私の家っていうのは家族が音楽家ではなかったので、それが幸いしたことが多かったんですね。というか自分好き勝手にさらうこともできましたし、自分のお気に入りの遊びとして弦の上で弓が飛ぶ、こうやって遊ぶことが好きだったんですね。一つの指でリコシェっていうリコシェというボーイングですけども、このような感じでその頃うちの母は足こぎのミシンを使ってたんですけども、それがタカ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 っていう音が面白かったんで、どうやったらその音が真似ができるかとか、そんなことをやっていた覚えがあります。ともかく弓が割と落っことしてはダメですけど、そのまま落とすと弓は飛びますから、どの辺が一番飛びやすいか。この辺はもちろん飛ばない、ここもダメ。そうすると手の中でどの辺が一番頭で例えば重さの真ん中っていうふうに覚えるよりは、どの辺が飛びやすいか、というふうな、そんな練習をなさったらいいと思います。いちいちじゃなくて弓に任すんですね。それができたら今度はデタシェから、デタシェっていうのはどちらかというとこの四角、ここから四角になる真ん中より少し上っていうのが一番弾きやすいです。ここの中のデタシェっていうのはとても弾きにくいんですけど、これをどんどん速くしていきます。そうすると飛行機がちょっと飛び立っていくみたいな。
少しここに移動させて、その方が飛びやすいですから、このままだと飛びますけど、ここまでいかないんですけど、少し弓を横にした感じ。というふうな感じで、まずは開放弦で自分がこのドリブルの練習じゃないんですけど、こう弓が飛ぶのを邪魔しないで、それでこの動きが止まってしまわないだけの力を加えていくようなことができて、バウンシングが開放弦でできるように練習をなさったらいいと思います。それができるようになってくると、今度は左手をつけてみるとか例えば威厳の練習とか、そういうのもちょっと気をつけなくちゃいけないことが出てきます。それがまた他の時に威厳のことを何かでお話ししたいと思います。それでは今日はスピカートについてはこれまでなんですけれども、またちょっと私目の調子があんまり良くなくて、今月に手術がありますので、また少しご無沙汰することになってしまうかもしれないですけど、その間にいろいろ考えておこうと思っています。ではまた次回にお目にかかりましょう。